おはようございます。たかしです。本日は6月29日木曜日、ただいま9時34分。それではポンド円のトレードポイントを見ていきましょう。最初にお知らせです。ドル円とゴールドの相場分析をポストプライムという SNS で無料配信しています。ご興味があればポストプライムへの無料登録とチャンネルフォローをお願いします。詳細は概要欄にあります。また、Twitter での先出し配信を始めました。条件が揃えば勝率が高くなる根拠のある配信をしています。Twitter のチェックもお忘れなくお願いします。それでは日足から見ていきましょう。現在日足はかなりの高値圏にあることは以前からお話ししております。このグレーのラインですね。ここ月足に引いたラインなんですが、フィボナッチリトレースメントの 50%、184円付近というところが一旦の天井になるんじゃないかと考えております。で、昨日はそこからの下落になってます。ただ、基本は上昇トレンド中ですので、ここからどんどん大きく下落する可能性もあるんですが、やはり下がったところは買われやすいっていうのが現在の状態ですので、あまりどんどん下落を狙うというよりは、下落のパターンを作れば下落を狙っていけばいいですし、下がったところでは押し目買いが入りやすい、そういう相場でもありますので、その辺も注意ですね。今は高値圏での揉み合いをする可能性がありますので、どんどん下落するというよりは、ジグザグと下落していくイメージですね。下落するのであればそんなイメージ。上昇するのであれば押しをつけてからの上昇になるイメージ。そんなのを持っておく必要があります。今、日足単位ではどちらに行くのかがわからない。ただ、基本的には GMMA が上向きですので、上昇トレンド中だということはお忘れのないようにお願いします。ストキャスティクスは高値圏からデッドクロスしてきておりますので、このまま調整の下落をしていく。そうなると GMMA の青帯付近まで下落する可能性、176円ぐらいまで下落する可能性はありますが、今までの動きを見てますと浅めの押しからの上昇になる可能性もあるので、本日あたり一旦の反発には注意しておく方がいいですね。もし下落を狙われているのであれば、本日は一旦反発するかもしれない、そういうところにあります。チャンネル登録してね。では4時間足です。先ほどの月足のラインがもう少し上にありますが、これは月足単位のラインですので、ぴったりここに反応するというわけではありません。当然誤差はありますので、突き抜けてからの下落になるのか、手前で下落になるのかということも考えられるので、現在地付近から下落してもおかしくはありませんね。そしてここに少し細めの水色のラインを引いてます。これ1時間足で平行チャンネルを描いているんですが、その加減だけを表示させてます。で、今その加減を昨日下抜けてるんですね。ただ、抜け方が微妙ですので、ここからまた戻されていく可能性はあります。現在、1時間足の目線切り替えポイントは、この紫の点線、183.6 付近、そして4時間足の目線切り替えポイントは、このオレンジのライン、180円付近ですね。ですので、今、1時間足は目線が下、4時間足は目線が上というところで、この辺りでのレンジの可能性も考えておきたいですね。そうすると今ここにトレンドラインを引いているんですが、この辺りまで接近してくる可能性を考えたい。値幅調整をするのであれば、現在地からこのトレンドラインに目指して下落。ただ、日柄調整をするのであれば、現在地付近での揉み合いになってきますので、それがどちらになるのかなというところですね。今、ストキャスティクスは安値圏、過去の安値圏からのゴールデンクロスを見てますと、比較的上昇しやすい、そういう試合に本日は入ってくると思われますので、まだマクディがもう少し弱いので、もう一段の下落は考えておくのがいいと思いますが、本日夕方から夜にかけて反発するかもしれないという、そんな雰囲気に見えてきますので、その辺も注目ですね。今ここから反発するのであれば4時間足単位での押し目買いに入る。そうすると直近の高値を上抜けてくるかもしれませんので、その辺注目です。では1時間足です。4時間足では GMMA が今ここに通ってますので、ここでの押し目買いになるのかというところですが、1時間足ではすでに GMMA の青帯を下抜けてきてますね。そしてこの青帯ですが、昨日一旦下抜けて上昇したんですが、青帯付近で今再び下落に変わってきてますので、1時間足では今下落トレンドに入るのかというところですね。ですので、まずはそこを見ておきたい。1時間足の下落トレンドが継続するのであれば、先ほど言ったこのトレンドラインですね。4時間足でお見せしてたこのオレンジのライン、この付近まで下落してくるかもしれませんので、その辺を見ておく。で、現在は 38.2% というフィボナッチラインですね。この安値からこの高値、この直近の上昇に当てているんですが、その 38.2% にあります。これ過去も結構意識されている、だいたいこのライン意識されているんですよね。で、昨日もそこで止まってますので、本日ここから反発するのであれば、ここでのダブルボトムでの上昇がイメージできますし、もう一段下落してくるのであれば、次止まって
っているのはここですね。50%、181.84 付近、それからもう一段下落してくればこの赤の点線ですね。61.8% の 181.4 付近、このあたりまで下げてくるということも考えておきたいですね。そうするとオレンジのトレンドラインも近くなってきますので、次はトレンドラインでの反発になるのか、それともトレンドラインを下抜けるのかっていうところに注目が集まってきますので、まずは下落するのであれば、先ほど言った 50%、61.8%、それからこの 78.6%、180.7 付近っていうのも意識されてくると思いますので、その辺に注目ですね。で、逆に言えばそのあたりっていうのは反発ポイントになってきますので、今4時間足、ストキャスティクスが安値圏にあるっていうことは反発しやすいところでもあるので、1時間足では今下落トレンドを作ろうとしてますが、4時間足では反発の上昇に入ってもおかしくないところにあるので、その辺注意しながら自分がどの時間軸でトレードしているのか、今は押し目買いを狙っているのか、それとも戻り売りを狙っているのかっていうところをはっきりさせてトレードしていくのがいいです。そして月末ですので、その辺は注意ですね。予定外の動きをする可能性もありますので、月末だということ、そして日足ではかなり高値圏にあるので乱高下しやすいっていうところを考慮してトレードしていくのが良さそうです。それでは本日は以上です。この動画がわかりやすいと思ったらいいねとチャンネル登録をお願いします。そして最後にお知らせです。YouTube のメンバーシップでは初心者の方向けの丁寧なスキルアップ動画を毎週更新しています。トレードの基礎が学べるメンバーシップにご興味があれば一度お試しください。また初心者ではないけど安定して勝てないという方はポストプライムでのプライム会員をお勧めしています。こちらは YouTube のメンバーシップと違って2週間の無料期間があります。7月からプライム会員価格を値上げしますので、少しでも気になる方はお早めの行動がお得です。今登録すれば値上げ後も今の価格が維持されます。ぜひ無料期間を有効にご活用ください。詳細は概要欄にあります。それでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。インジケーターの使い方解説ブログを書きました。GMMA、ストキャスティクス、MACD の使い方について詳しく書いてます。まずは一度目を通してみてください。きっとスキルアップのお役に立てると思います。インジケーターは何気なく表示させるのではなく、理解して使いこなすことが大切です。また、インジケーターを使ったエントリー手法のテキスト販売を始めました。こちらは初心者から中級者向けですが、初心者の方向けの初級編もご用意しています。勝つための聖杯なんてありません。だからこそ地味にコツコツとスキルを積み上げていくものです。このテキストはそんな方のお力になれると信じています。せっかく FX を始めたのですから、明るい未来を夢見て頑張りましょう。